ちは。IKEA 大好きなサヌと申します。よろしくお願いいたします。今回は IKEA に行ったら絶対買った方がいいものを7つ紹介します。以前同じく絶対買った方がいい超人気商品を11個紹介した動画を出したので、そのパート2的な感じなのと、さらに22年秋の新商品で早速バズりアイテムがありますので、そちらも交えて紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。1つ目は新商品のキャリーバッグです。299円税込みとなってます。 IKEA では毎シーズン新しい柄のが出てるんですけども、今回はドット柄、また落ち着いた色味なので使いやすいと思います。可愛いですよね。思わず買っちゃいました。結構張りのある質感になってます。 IKEA のブルーバッグをお持ちの方多いと思うんですけども、あれよりも硬い質感です。サイズは全く一緒みたいです。実際に使ってみるとやっぱりちょっとこう電車とか乗ったらすいませんみたいな、ちょっとかさばる感じはあるかなって思いました。ただ張りがある分大きいものでも出し入れはしやすいと思います。保育園のお布団、お昼寝布団とか入れるにはぴったりだと思います。もちろん使わない時は小さく折りたたむこともできます。これはなくなる前に絶対買っておいた方がいい商品かなと思います。他にもストライプ柄とかも出てますので、ぜひチェックしてみてください。次はガラス製の詰め替え容器タッカンという商品です。なんと99円なんですよ。税込み。安いですよね。ガラスなのでお風呂場で使ってもぬめりが発生しにくいですし、ガラスなので透明感が綺麗ですよね。また間口が大きくて詰め替えがしやすいデザインとなってます。中身はベビーオイルを入れて使ってます。吹きだれは少ししてますかね。ちょっとこの間口にわかるかな。でも気にならないほどですよ。無印良品のスキンケアシリーズを使っているんですけれども、見た目のシンプルなデザインが合ってますよね。すっきりして見えていいですよ。次は袋止めクリップベバーラです。10本セットで149円税込みです。安いですよね。食パンの袋止めのこのプラスチックのところはこれバッククロージャーと言いますけども、あれで留めるより断然時短でいいんですよ。バッククロージャーってよく見失うんですよね。私だけかな。色がキッチンカウンターのトップと馴染んじゃって見失うって、あれどこってなることよくあって、でもこれの IKEA の袋止めクリップなら目立つのでなくしませんし、止める動作が早いんですよ。挟んでパチッともう一回やる、パチッ気持ちいいんですよ。また無印とか100均の一部の商品は冷凍にはね使えませんって書いてあります。 IKEA のは冷凍でも使えるので安心です。ぜひ買っておきましょう。次はガラスの保存容器です。 IKEA のガラスの保存容器のいいところは裏に足のポッチがついてまして安定感がいいところと、蓋が別売りになってまして竹製のもの、プラスチック製のものを選べるようになってます。プラスチック製の方は食洗機対応で、こちらの竹製のものは手洗いになってます。蓋はお好みだと思うんですけども、結構プラスチックの方は硬め、しっかり止まる感じです。結構力がいるなって思ってて、私のやり方が下手くそなのかな。力入れて止める感じですはい。竹の方は上からグッと押し込むだけです。結構しっかり密閉されます。開ける時最初慣れなかったんですけど、角からいけばスムーズに開けることができます。立てて収納してます。
ガラスの容器は重ねられます。ガラスの保存容器のいい点はプラスチックのと違って細かい傷などがつきにくいので匂い移りや色移りがしないっていうことと、2つ目は、今やってますけどもここで調理できちゃう点です。レンジ、オーブンもできちゃうんですよ。このままマリネとかしても匂いが残らなくていいですし、このまま食卓に出せる見栄えの良さもいいですよね。この竹の蓋は鍋敷きみたいに下に敷くこともできるので、熱々のオーブンで焼いたものもこの上に乗せて食卓で食べられます。洗い物が減っていいですよ。続きましてベッドトレイクリップスク1499円の商品です。これがあればベッドでリラックスした状態で机作業ができちゃいます。こちらの商品は溝がついていてタブレットを立てることができるのと、穴があるのでケーブルを通して充電することもできます。また縁がしっかりあるので子供のちゃぶ台に使っても便利です。また折りたたみ式なので収納場所が取られないのもいいです。ちょっと注意点があって、畳むのにまあまあ力がいります。やってみます。すごい音させてますけど、慣れれば簡単です。ちょっと子供には難しいかなって思います。あとこんな写真を SNS に上げたら怪我したのってコメントがついて、白だとちょっと入院っていうか病院感が出ちゃったのかなって思いましたIKEA には他にも竹製のものや天板の角度を変えられるものなどバリエーションがありますので、ぜひ店頭でチェックしてみてください。次はムートンラグです。ふわふわの羊です。お手頃価格なんですけども品質結構いいと思います。うちのはもう2年前に買ったものなんですけども、まだまだいけそうですよね。チェアにかけたりソファーにかけたり結構使えます。汚れてくると毛に束感が出てくるんですけども、ペットブラシ、これは100均のものですけども、このように軽く撫でて溶くとまたふわふわになります。そもそもウールって化学繊維よりも静電気が発生しにくいのでゴミがつきにくいっていう特徴もあります。洗濯機で洗ったりはもちろんできないんですけども、外でポンポンはたいたりこうやってブラッシングすることでまだいけそうな気がします。IKEA のクッションカバーはとっても可愛くて、さらにお手頃価格で買えるのでとってもおすすめです。今季はこの水玉のクッションカバーがめちゃくちゃ人気で、オフホワイト地なのでお部屋に馴染みやすいのが特徴だと思います。とにかく可愛いんで、しかも599円なのでぜひ買ってください。インナークッションも IKEA で買うのがおすすめです。 50×50 サイズなのでスリコやニトリとはサイズが合いませんので IKEA で買っていきましょう。おすすめはフェザーのインナークッションです。洗濯できないのが気になるという方はポリエステル製のインナークッションを2枚入れするのがおすすめです。1枚だとだいぶ座布団みたいにぺったんこなので2枚入れるとバインバインになります。フェザーの方はもっちり感があっていいですよ。はい、以上でございます。いかがだったでしょうか。またコメント楽しみにしています。よろしかったらいいねボタン、こちらの画面左下の方からいいねボタンをポチッとお願いします。とっても励まされております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。